前回の動画で新しいエンジンに乗せ替えた忍者 250R でしたが、復元作業中、あることに気づいてしまった私。こりゃあダメだと判断して、エンジンを再びばらすことになったのでした。それでは、忍者 250R、チューニングチャレンジ、トラブル発生と意外な結末編。始まるよー。このチャンネルは走れば転倒いじれば故障。そんな私のサーキット元ブログです。コメントでアドバイスとかいただけると私が幸せになれるのでよろしくお願いします。どうか生温かい目で見守ってくださいね。バイクに詳しい人は、トラブルの内容と原因がすぐにわかってしまうと思います。そんな時は、呆れながらもしくはニヤニヤしながらご覧いただくようお願いします。それは、チェンジペダルをつけた時のことでした。ペダルの動きを確認しようと、一足に入れました。OK。じゃ、二足波動だろう。あれ入らない。タイヤを回しながら動かしても入らない。あれマジで、思い返せば、腰下を組んだ時、ミッションがなかなか入らなかったよな。あの時、なんかやらかしたのか？どっちにしろこの状態じゃ思想もできない。バラすか。というわけで、下ろしてリビングに持ち込みました。動揺しすぎて、撮影も忘れて作業してました。これからバラして調査します。分解の様子はカット、100倍速でお送りします。ミッションなので、クランクケースを分割するところまでバラさねばなりません。ほぼ最初からやり直しですね。調査できる状態になりました。どうして二足に入らないのか、じっくりと調べていきましょう。まずは、シフトドラムとシフトフォークの動きから調べました。特に間違って組んだところもなさそうだし、ちゃんとシフトドラムの溝にはまってるしな。ニュートラでスルスル動いて気持ちいいやつ。ちゃんと動くから、シフトドラム周りには問題なさそう。次は、アウトプットシャフト側のギアを調べていきます。正直ね、トランスミッションはよくわからなくて難しいんです。これ考えた人、ほんとすげーなと思います。いろいろ見てたら、あることに気づきました。5速のドグが隣のギアの穴に入ってない。展開しすぎて、リビングが部品だらけ。場所変えました。スライドするギアがあって、そのギアにドグっていう突起がついていて、隣のギアにはまるようになってます。ところがこの5速のギア、1速のギアには入るけど、反対の4速のギアにはいくら試しても入りません。やっぱり入らない。原因は、これだ。正常ならこんな感じでスポッと入るんですね。ヤフオクで買った中古のエンジンなので色々不安がよぎります。異様に安いお値段でしたからね。取りまばらしてみましょう。抜けない。さあクリップがあるわけでもなく、何かに引っかかってるようだけれども。
わかんない。全然わかんない。でも、外れたら問題が解決しそうな気がする。プラハンで叩いてみました。ダメだ、取れない。サービスマニュアルを見直します。このように書いてありました。アウトプットシャフトの5速のギアには3個の高級があり、ポジティブニュートラルファインダーの役目を果たしている、って書いてありました。ポジティブニュートラルファインダー？何それ？と思ってググりました。そしたらなんと、こんな機能でした。説明しよう。ポジティブニュートラルファインダーとは、バイクが停車中、1速からニュートラルに入れるとき、誤って2速に入らなくする機能なのだ。要するに、2速に入らないのは、仕様でした。焦った。本当に焦った。動画企画を始めようと思ったとき、企画倒れになる可能性があるから、ある程度形になってから編集を進めることを決めていた。本当に行き当たりばったりで進めていったので、どこまで自分でやれるのかわからなかった。バラしてるとき、原因をつかめずに、直せないまま一度も走れずに、企画倒れになることが脳裏をよぎった。壊れてたわけじゃなかった。本当によかった。いやよくねえだろ。この状態、勘違いってレベルじゃねえ。完全に事故です。本当にありがとうございました。頑張って、組み上げた様子はカットするとして、ギアの構造をさらっと映像化してみました。ミッションダメかもって思った時に、すぐに行きつけのバイク屋で交換用を買っちゃったんですね。送料込みで2000円。古いバイクだと、部品も安くて最高であります。アウトプットシャフトと5速ギアの間に3つの鉄球が入っていて、それが中で引っかかるようになっています。ですので、普通に引っ張っても抜けません。シャフトが回って遠心力がかかると、3つの鉄球が5速ギア側に移動し外れるようになっています。同じ仕組みで、4速側への移動ができないため、遠心力がかからない停車中は2速に入れることができなくなります。これがまた組み立てるのが大変で、鉄球がコロコロ落っこちるわけですよ。しかも、マニュアルにはグリスを塗布したらダメと書いてあります。オイルでなんとか貼り付けようとするもなかなか大変です。鉄球の場所も均等ではないため、ギアを入れるときは溝の位置合わせが大変です。ちなみに鉄球3つは撤去しても問題なく、むしろミッションのフィーリングが良くなるという話もあるので、次回バラすときは、外そうと思っています。とまあ、川崎のバイクにはこんな感じで、ポジティブニュートラルファインダというのが、ついていますというお話でした。皆さんも、うっかり勘違いでエンジンバラバラにしないよう、気をつけてくださいね。次回予告、疾走と鳴らし運転、そして免許合わせ、果たしてちゃんと走れるのでしょうか？最後までご視聴していただき、ありがとうございます。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。